荷物を持っていない方が楽に移動できて、移動のスピードも速まることは皆さんご存知だと思います。宇宙は今、私たちを軽やかに移動させるために、荷物を手放すことを促しているとしたらどうでしょうか。コロナによって私たちの行動が制限されているのも、私たちを上昇させるためにあるとしたらどうでしょうか。こんにちは、近藤美蔵です。今日は波動を上げる法則シリーズの第4回目として、そんな大いなる宇宙の計らいについてお話ししたいと思います。今日はこのような流れでお話ししていきます。それでは、シリウス中継、スタート。近年、時間の流れがさらに早まって、一日があっという間に過ぎてしまいますよね。やらなければならないことがあるのに、気がついたら何もできないままに一日が終わってしまうこともあると思います。それは時間軸の変化によって一日の範囲が広がることで一日の中にあるエネルギー量が増えて今までのスピードでは一日の予定をこなすことが難しくなってきているからでもあります。現在エネルギーの軽やかな人は意識のあり方一つでスムーズに前に進むことができる一方で、エネルギーの重たい人は思うように前に進むことができなくなってきています。エネルギーの重みは必要ではないものの重みです。今の流れに乗って軽やかに上昇するためには、意識的に必要ではないもの、すなわち無駄を省いた生活を行う必要があります。では、無駄を省いた生活をするためには、どのようにしたらよいでしょうか。それは、無駄な行動をしないことです。無駄な行動とは、今に重要でなく、必要でもなく、そこに意味を見出せない物事を行うことです。具体的に言うと、無駄に出歩いたり、今に必要ではない人と無駄話をいつまでも続けたり、無駄な時間をだらだらと過ごしたりすること。もちろん、子供や家族と過ごす時間や、パートナーとの時間、自分を高めたり、楽しませたり、癒す時間は必要であり、大切な時間です。無駄な行動を省くと、その大切な時間もより有意義に使えるようになりますよね。それから、無駄なものが溢れる空間も、私たちのエネルギーを重くしてしまうので、断捨離はこまめに行った方が良いでしょう。一日の中で多くの時間を過ごす日常の生活空間の影響は、私たちにダイレクトに作用を与えます。思うように前に進めない要因が、自宅やお部屋のエネルギーの重みであることは意外に多いものです。生活空間が心地よく軽やかであることはアセンション的にも必要なことです。また、意識の中からもできるだけ無駄を省いた方が良いでしょう。具体的に言うと、無駄なことに考えを費やさない。必要なこと、大切なことに集中して、必要ではないことを意識の中から外すこと。意識の中が無駄なく整然として軽やかであると、自分にとって何が重要で何が重要でないかが明確になり、無駄を省いた行動がよりできるようになります。このように無駄な行動、無駄なもの、無駄な意識の3つの無駄を省いた生活を心がけることで何が起こるかというと、今に必要のないつながりの人、物質、空間にあった古い三次元のしがらみのエネルギーから切り離されて、
私たちのエネルギーが軽やかに、そしてスリムになり、次なる地点に向かって上昇しやすくなります。そして目的地に到達するスピードや具現化も早まります。波動のクリアな人やエネルギーに敏感な人は、すでに無駄を省いた生活に自然になってきていると思います。しかし、すべての人が無駄なく生きているかというと、そうではありません。まだ日常の中に無駄な時間がたくさんある人は多いと思います。しかし、気づきがあれば人は変わるのです。不思議なのは、コロナがその気づきを促しとるということ。行動を制限されることで、無駄な外出や無駄な人付き合いが少なくなり、日常がシンプルになってきている人も多いと思います。コロナによって強制的に無駄を省かれることで、実は私たちのエネルギーが軽くなり、アセンションが加速していることは、大いなる宇宙の計らいと言えるのではないでしょうか。空を飛ぶためには軽やかでなければなりません。それはアセンションも同じです。すでに気づきのある人も、意識的に3つの無駄を省いた生活をさらに心がけてみてください。1日の無駄を省いて、1日を最大限に有効に使うことで、日増しにエネルギーが軽やかになり、より早く、より軽く、より高い場所へシフトすることが可能になります。ということで、今日の話はこれで終わりです。意識の無駄を省く方法については、後日別の動画でお伝えしていきたいと思います。このチャンネルは、このようなスピリチュアルな内容を含めた、これからの時代に役立つ情報をお伝えしていきます。それでは、印中継を終わります。